ゼロから旅行業務取扱管理者第2回です。今日から本編、旅行業法に入ります。最初のテーマは、登録制度と業務範囲です。まず、旅行業とは何かを整理します。報酬を得て、旅行業務を取り扱う事業のことです。ボランティアや1回限りの手配は、旅行業にあたりません。そして旅行業を営むには、登録が必要です。登録先は旅行業の種類によって変わります。第1種旅行業は観光庁長官に登録します。第2種第3種地域限定と代理業は都道府県知事に登録します。どこに登録するかは試験でよく問われます。旅行業の登録には大きく4つの種類があります。第1種、第2種、第3種、そして地域限定旅行業です。第1種だけが観光庁長官、あとは知事の登録です。種類ごとに扱える旅行の範囲が変わります。ここが最重要ポイント、業務範囲です。第1種は海外国内すべての企画旅行を扱えます。第2種は国内の募集型企画旅行まで、海外の募集型は扱えません。第3種と地域限定は範囲がさらに限られます。旅行の形にも種類があります。企画旅行は旅行会社が計画を立てる旅行です。募集型はパッケージツアー、受注型は団体の貸し旅行が代表例です。手配旅行は旅行者の依頼で切符や宿を手配するものです。旅行業者代理業務を抑えましょう。これは旅行業者の代理として契約を結ぶ業です。所属できる旅行業者は一社に限られます。代理業自身は独自の業務範囲を持ちません。登録には有効期間があります。期間は5年で更新しなければ失効します。更新は有効期間が満了する前に申請します。更新を忘れると営業できなくなるので注意です。誰でも登録できるわけではありません。一定の刑罰を受けた人や破産して復権していない人は登録できません。登録を取り消されてから一定期間内の人も同様です。事業を行う財産的基礎を書く場合も拒否されます。登録から営業開始までの流れを見ます。まず登録を受け、次に営業保証金を供託します。供託したことを届け出て、初めて営業を開始できます。営業保証金は次回詳しく解説します。引っ掛けポイントを確認します。自分でバスや宿を経営するだけなら旅行業には当たりません。登録せずに旅行業を営むと罰則の対象になります。登録の種類を超える旅行は扱えません。今日のクイズです。海外の募集型企画旅行を実施できる登録はどれでしょうか？ A は第1種、B は第2種、C は地域限定です。少し考えてみてください。正解は A の第1種旅行業です。海外の募集型企画旅行を扱えるのは第1種だけです。今日のまとめです。旅行業を営むには登録が必要です。登録は第1種から地域限定まで4つの種類があります。種類ごとに扱える旅行の範囲が変わります。特に海外の募集型は第1種だけと覚えましょう。次回は旅行業法の第2回です。営業保証金の供託の仕組みと旅行業協会を解説します。役に立ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは次回またお会いしましょう。